不動産屋さんの階段へようこそ。今回のお話は、私の旧友が数十年前、日本がバブル景気の頃に自宅のマンションで体験した不思議なお話です。その友人を仮に理恵さんとしておきますが、理恵さんと夫には子供はなく、2人で東京港区の 1LDK のマンションに住んでいました。そのマンションなのですが、裏がお寺の墓地で、当時すでにかなり古く、デザイン間取りも相当時代遅れな仕様でした。彼らの部屋は5階建ての最上階5階にあったのですが、エレベーターがなく、毎回5階まで上り下りをしなくてはなりませんでした。でもカメラマンの夫は仕事が不規則で、都心のアクセスがとても良い港区周辺に住むしかなく、彼らの出せる家賃で借りられるところはそこぐらいしかなかったそうです。1LDK といっても名ばかりで、構造上内部の部屋のバランスが悪く、寝室やキッチンダイニングと比べて妙に風呂場とトイレが広かったことを覚えています。また普通のマンションのような各階に廊下があって何部屋もあるという作りではなく、団地のように建物の2カ所に独立した階段入り口があって、各階ごとに階段の踊り場に玄関ドアが向かい合う感じで2部屋ありました。ですからお隣というと、そのお互い向かい合う部屋の住人同士だけでした。さて、当時は私も20代で若かったので、しょっちゅう理恵さん夫婦のマンションに遊びに行っていました。そんなある日、理恵さんがふと、もう何年も住んでるけど、このマンションの部屋、なんか最近変なのよね、と言いました。どういうことかと聞くと、実はね、奥の寝室なんだけど、奇妙な複数の人の密かな話し声が聞こえるのよ。ガヤガヤガヤって、というのです。昼間や深夜で周りが静かな時に余計その話し声に気がつくそうで、不思議にも夫がいない理恵さんが一人の時にだけに聞こえるということでした。まるで心霊現象のような話なので、裏のお墓の霊かなと理恵さんは半ば冗談で言っていました。真面目な話、マンションですから、隣や下の階の住人の話し声じゃないかなと私は思ったのですが、理恵さんも最初は同じように思ったそうです。でもその話し声というのが、そんな別の階や隣の部屋から聞こえてくる感じではなく、すぐ近くから聞こえるということでした。同じ部屋の中でガヤ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 と話している感じだというのです。でもそんなにうるさいというわけでもなく、理恵さんが奥の寝室のベッドに横になると、時々かすかに聞こえる程度だということでした。理恵さんが、まあ気にしないでいられる程度だからいいんだけどね、と付け加えたので、私もその時は本人が気にならないというのなら、これ以上深掘りすることもないと思いました。さて、それから数日してまた理恵さん宅を訪ねた時でした。理恵さんが、この前話した誰かの話し声、どこから聞こえるのかだんだん分かってきたのよ、と言いました。彼女によると、その話し声は理恵さん夫婦の寝室のベッドが接している壁の下の方から聞こえてくると感じたそうです。つまりベッドは部屋の壁にギリギリつけているので、その壁からどうやら聞こえてくるということでした。ではその壁の反対側で誰かが話しているのではと思いますが、その壁の反対側は理恵さんたちの風呂場で、向かい合うお隣さんではありませんでした。ですから壁の下の方から聞こえるので、下の階の話し声とも考えられますが、下の階の住人は一人暮らしの男性でしたから、仮にしょっちゅう人がたくさん訪ねてきているとしても、昼夜この頻度で聞こえるのは不自然です。また昔の鉄筋ですから、壁や床は分厚く、テレビの音や話し声程度が響くことはまずないとのことでした。
理恵さんと私は、じゃあその複数の話し声はどこで誰が話しているのか、どうして壁から聞こえるのかと不可解でした。原因がわからないまま数日経つと、理恵さんからまた連絡をもらい、その話し声によく耳を澄ませると、何を言っているか少しずつ分かってきたということでした。理恵さんがいつものようにベッドにゴロンと横になっていると、またあのガヤガヤガヤという複数の人の話し声が始まりました。ああ、まただと思い無視していると、ガヤ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 、苦しい、助けて、そう言っているように聞こえたそうです。理恵さんはぎょっとして聞き間違いかと思い、さらに耳を澄ませてみました。するとやはりガヤガヤガヤ、苦しい、助けて、助けて、そう言っているのが分かりました。驚いた理恵さんは慌てて夫にそのことを話すと、夫は霊や怪奇現象は全く興味がなく、気のせいだろうと片付けてしまい、真剣に取り合ってくれなかったそうです。でも理恵さんは間違いなくベッドをつけてある壁の下の方から複数の人の助けて苦しいと訴えている声がしたので、そのベッドの下を覗いてみました。そこには夫の仕事道具がたくさんしまってあり、奥の壁までは見えませんでした。夫のその荷物は主に重い撮影機材や小道具で、めったに使わないものばかりだったので、それらを全部ベッドの下から出さないと奥まで見ることができません。その時理恵さんはふと、撮影に子供のおもちゃとかを小道具で使ったことがあったので、オスとしゃべるおもちゃで理恵さん夫婦がベッドで寝返りをしたり動いた時に、下の荷物も振動で動いて、おもちゃがしゃべったのが特定の言葉に聞こえただけなのかなと思ったそうです。結局理恵さんはめんどくさくなり、都合よく考えて捜索をやめてしまいました。ところがやっぱりその夜静かになると、ベッドの下あたりから助けてだの苦しいだのという声が聞こえてきました。そこで朝になり意を決して理恵さんは早速ベッドの下の夫の荷物を全部引きずり出してみたそうです。ベッドの下といっても30センチぐらいの隙間ですから、理恵さんは潜り込んで一番端の壁のところにたどり着きました。そこは暗くてよく見えない隙間でしたが、手を伸ばしてまさぐると、理恵さんの手の先に何かが触れたそうです。あれ、なんかあると思い、触ってみると細長い木か竹のような感触の定規のようなものでした。すぐに掴んで取り出し、明るいところに出しました。するとそれは30センチぐらいの長さで、細長く黒の台座のようなもので、真ん中が折れてへこんでいました。そしてその台座の上にはいくつかの人形の飾りがついていたので、理恵さんは何の人形だろうとよく見てみました。するとそれは宝船の七福神を精巧にかたどったもので、その見事に形取られた7人の神様が台座に並んでいたそうです。決して大きくはありませんでしたが、一つ一つが立派な作りで、多分高価なものでした。でも台座の真ん中が折れて潰れていたので、上についている神様たちも押しつぶされていたのです。理恵さんは人形たちの目を見て、直感的に「あ、これだ!」と話し声が誰だったのか分かった感じがしました。この七福神の7人の神様たちが夫の機材で押しつぶされて苦しんでいたので、苦しい、助けてと訴えていたのだと、理恵さんは妙に確信を持って思いました。すぐ潰れた台座をまっすぐに直しておいたそうなのですが、人形たちは見るも無残な状態でした。
理恵さんは気味が悪かったので、潰された七福神のことを夫に話すと、もちろん夫は人形がしゃべるわけがないと一生に付していましたが、ただふと妙なことを言ったそうです。その七福神の置物は、僕がずいぶん前に家の守り神として知り合いからもらった記憶がある。一応大事に本棚に飾っておいたはずだったが、いつの間にベッドの下に押し込んでしまったんだろうということでした。夫本人が七福神を移動させない限り動かしたのは自分しかいません。理恵さんはとんでもない罰当たりなことを今まで散々してしまったのではないかと思いました。そこで次の日すぐに理恵さんは怖かったので、七福神の置物をお寺のお焚き上げに出してしまいました。確かにそれ以来、あのガヤガヤという話し声はぴたりと部屋のどこからも聞こえなくなったということでした。でもそれからでした。理恵さんはなぜか裏の墓地が見える北側の窓から冷たい空気が入ってくるような感じがして仕方がなかったそうです。その北側に例のベッドルームがあり、南向きのバルコニーにその空気が抜けていくように感じました。そして目をつぶると、脳裏になぜか人間の頭蓋骨などの骨のイメージが浮かぶようになったのです。このエリアは古い墓地が多く、昔は土葬でしたから、当時は掘れば港区でも人骨が出てくることがあったそうで、冷たい空気もその裏の墓地からの負のエネルギーだったとも考えられます。ひょっとしてあの七福神の人形は神仏像のように魂入れがされていて、理恵さん夫婦の部屋を負のエネルギーから守っていたのかもしれません。偶然かもしれませんが、その後マンションの部屋はいつも冷たく感じるようになり、冬場は耐え難い寒さで暖房がなかなか効かなくなったそうです。結局数年後、理恵さん夫婦はそのマンションを引き払ったということでした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。